シールをいただきました。これが一応引換券の代わりになるみたいです。はい、ということで今自宅に帰ってきました。今回のお菓子の販売はバレンタインにやっているような全国のビビアン・ウエストウッドの店舗で販売されるものとはちょっと違っていて、日本橋三越本店でやっていた英国店に合わせる形でビビアン・ウエストウッドのレーベルが新しく開店することもあって、その記念としてロダスとコラボレーションをしたスコーンを販売しますよっていう企画だったんだと思います。日本橋三越にはロダスが入ってなくて、銀座三越の方に入っているんですよね。なのでわざわざ向こうの方から持ってきてくれたのかなという感じですね。とうとうと喋っていてもちょっとあれだと思うので開けてみますね。さっきも一応その展示されているものをお見せしたかと思うんですが、こんな感じになってますね。普通の、ロダスの有名なスコーンがあると思うんですけど、あれに、ビビアンの焼き印を押してあるっていうものだと思います。特別な味がするっていうものではなくて、ただジュッとしているっていう感じなのかなと思いますね。これなんか生クリームとかいろいろ練って焼き上げていたりするので、消費期限がすごく短いんですよね。なので近くにロダスの店舗がある日本橋三越本店だったからこそこういう企画ができたのかなという気はします。今回はビビアンのアーガイル柄ですね。結構有名なこのちょっと歪んだ感じのアーガイルの柄になってます。ロダスってちゃんと書いてありますね。で、ロダス結構イギリスでは有名なスコーンの老舗メーカーさんで、1890年頃から100年以上歴史がある、今5代目とかなのかな、あんまり私も詳しいこと知らないんですが、そういうスコーン屋さんになるのかなと思います。じゃあちょっと早速開けて食べてみますか。お皿はですね、私がいつも使っているアンデムルメステールのお皿に乗っけているんですけれども、実はですね、このビビアンの歪んだアーガイル柄で以前食器が出ているんですよね。なので私はちょっと持ってないんですけれども、そちらの食器、お皿とかティーカップとかを持っている方はそれに合わせてテーブルウェアを用意するっていうことができる人もいると思うので、あれは買っておけばよかったかなと今後悔してます。美味しさに変わりはないと思うので、あんまりその辺は気にせず食べていこうかなと思います。で、私今まで食べたことがないので、ロダスのですね、公式サイトの方でどうやって食べるのがいいのかなと思って調べてみたらですね、なんかこういうナイフで切ったりするよりも、手で半分にちぎってくださいって書いてありましたね。ちょっともったいないんですが、こうちぎってあげて、その上でそのロダスで売っているクリームを塗って、なんかジャムとかを塗って食べるっていうのが一番間違いがないんじゃないんですかってホームページに書かれていたんですね。私そのことちょっと知らなくて、そのクリームを買ってくるのを忘れてしまいまして、今日はちょっとこのままのお味を楽しむっていうことをやっていこうかなと思います。ではいただきます。これ口の中の水分がめちゃくちゃ持ってかれますね。ちょっとお味に関しては何とも言えないいろんなクリームとかヨーグルトとかが一緒に練り込まれているんで、そのなんか優しい甘みみたいなものが広がって美味しいんですけども、口の中の水分が全部持ってかれるので、ちょっと頬張りすぎない方がいいかもしれないです。結構今がっつりガブッといってしまったんですけども、ちぎってちょっとずつ、やっぱりこのままというよりもクリームとかジャムとかをつけてあげる食べ方がいいんじゃないのかなと今思いました。一口食べてみて。なのでちょっとジャムをつけて少しでも水分を持っていかれないようにしようかなと思います。よいしょ。本当はね、そのクリームがあるといいんですけれども、市販のクリームとかでも多分いいと思うんですけど、これはちょっとロダス公式さんにリベンジをした方がいいかもしれないですね。ジャムを塗ってみました。これで食べてみようと思います。そうですね、やっぱりこれ
ジャムを塗ってあげた方がすごく口の中で食べやすくなりますね。美味しいですね。ただやっぱりジャムの味とかに引っ張られちゃうので、ローダスで売っている公式の生クリームみたいなものは、あった方がよりローダスのスコーンっていうのを楽しめるのかなと思います。やっぱりローダスのクリーム買ってくるべきですね。ちょっと賞味期限が短いので買いに行ってる時間がちょっとあれなんで、撮影の関係もあって私はこのまま食べちゃいます。いただきます。で、今これ食べていて思ったんですけど、スコーン1個でも結構量が多いというか2個セットなんですけれども、1人1個で十分かなっていう感じがします。大きさに関してはそんなに大きくないんですよ。大きいかな。欲張って何個も何個も買っちゃうと多分食べきれないんじゃないのかなと思うので、ロダスさんに買いに行ってみようかなっていう人がいたら、そこはちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。今回のこのスコーンは日本橋三越さんだけでしか買えなかったので、毎年バレンタインでお菓子ビビアンの買ってますよって人、遠方の方はねちょっと手に入れる機会がなくてって思っちゃってる人は、ちょっと悲しいかもしれないんですが、いつも東京だけずるいなみたいな思っちゃうかもしれないんですが、ただ今回はその紙袋も普通のレッドレーベルの紙袋ですし、お菓子の箱はね特別製のものなんですけれども、ただの紙製なので前回みたいになんかカンカンになっているとかではないんですよね。そこまでこれ欲しいみたいな感じでもないのかな。本当に大好きな人はそれでも欲しいなと思うかもしれないんですが、これ1箱1000円ちょっとぐらいで、味もですね焼き印が押してあるっていうことぐらいなので、全国のロダスの店舗3店舗あるところで食べることできるので、これをきっかけにビビアンのあれとコラボしてたところのスコーンなんだっていうことで、近く寄ることがもしあったら食べてみていただければいいのかなと思います。箱とか副次品みたいなものに関しては今回特別なんか目星これがついててあれが欲しいみたいなそんなないと思うので、そこまでその気に病まないでいただきたいかなと思います。私食レポが下手くそで有名な方なので、ちょっとあんまり見ていて楽しい動画ではなかったかもしれないんですが、少しでもこの動画を通してそういう感じだったんだねっていうのが分かっていただければ幸いです。では今日はこんなところで失礼しようかなと思います。また何かありましたら動画作っていこうと思うのでよろしくお願いします。ではまた。